こんにちは。今回はダンジョン飯第22話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。マルシルがクソ面白可愛かったです。今回はアクションもギャグも切れまくって最高。今まで見てきたどのグリフィンより強そうで美しかった。トリガーは本当にいい仕事をする。そのグリフィンの急所をついて一撃で仕留めるライオスの知識もすごい。今の子ってスカイフィッシュわかるんか。召喚獣の動きをリンクさせるマルシル吹いた。スカイマタイグリフィンの作がすごかったな。召喚を動かすの大変なんやな。そして食えるんだ。まあ全部食材で作られたものだから食べれるよな。主君者である召喚獣をなぜ食うのか。猫も普通に食うようになったか。毎回思うけど油を気軽に使いすぎだよな。魔物からかなり取れるやろ。そのあたりのトラップで取れるのが悪い。スカイフィッシュ&チップスって言いたかっただけちゃうんか。マルシルの顔がその見た目で妻子持ちなのかよ。 DT じゃなかったのかよ。やっぱりチルチャックが一番まとも。発見者だったのか。いい終わり方。来週楽しみ。なんか真面目な話始まったな。お前らが見つけたんかい。これを掘り当てちゃったのか。いいところで終わった。戦士のシリアル顔かっこいい。戦士がこの迷宮を世に出しちゃったのか。迷宮の発見者だったか。規模から言ってどうあっても掘り当たる運命じゃろう。取り合いで仲間割れか。狂乱のモンスターにやられたか。まだ金剥がされてない頃の迷宮。不満げなライオスの表情とか、スカイフィッシュの動きをするマルシルさんとかクソ笑ったわ。スカイフィッシュつえな。次回戦士の過去回か。ライオス界を追うごとに最古になってないか。元からです。いきなり劇画になるとびっくりする。若戦士は声別か。次は一番好きなエピだから楽しみだ。戦士って特に理由もなくパーティーに同行してくれて、当然のように魔物職を教えてくれたから、あんま過去や素性を気にしたことがなかった。ここでいう風に明かされるためのキャラ造形だったのか。いやー、中広さんめっちゃ演技いいわ。今回が文句なしに一番笑かしてもらった。スカイフィッシュは斜め上の発想で素晴らしいな。懐かしい行物持ってきたわ。素晴らしい。戦士素晴らしい。原作の雰囲気あった。今回話の面白さは当然だが作画もすごかったな。戦士創作のために躊躇なく髪切るマルシルよ。妻と子供がいるの手術だっけ。このスリで見ただけか。奥さんと思われるキャラいい感じなんだよな。一見ぶっきらぼうな感じで。マルシルが大活躍した回だった。それに伴いヒロイン力がまた下がった気もするが。ヒロイン力なんてあったか。むしろ戦士のヒロイン力が上がった回だった。何でも食べる戦士がグリフィンを食べようとしないのは仲間がやられたのかな。そんな理由で食えないなら他のモンスターも食えないだろうけど。グリフィン料理は来週か。実は来週期待。来週死ぬほど泣くわ。これファリン救えるんか。余計な話しかしてねえぞ。ちゃんと救えるよ。これだけ評判良ければ2期やるだろう。このアニメ話が進むほどにキャラが魅力的になってくね。どんどんシリアス展開になっていくよね。話はシリアスになる一方でライオスはどんどん変態度が増してる。バランスええやん。俺は好きだ。半分くらいで2クール終わりそうだし、続きもしばらく空けてテレビアニメな気がする。劇場版にした方が金もお手できる。あの馬娘だって劇場版があれ結構話はしょるかと思ったけど、しっかり原作たどってるな。このままじゃあと2クール必要だぞ。はしょらないで最後までやってほしいな。ライオスのサイコパスって評価がピンとこないのだが、さすがに今回の使い魔料理したのはサイコパスなんよ。材料的に召喚獣食えそうって思ったらやっぱりか。マジで体感5分時間解けるわ、このアニメ。ダンジョン飯2期まで何を楽しみにしたらいいのか。ダンジョン飯と大きく振りかぶって途方石の国は最後までアニメ化してほしいな。今回作がめちゃくちゃ良かったな。
今話は詰め込み具合どうなるか心配だったけど、良い塩梅でとても良かった。次回の解決編も楽しみだ。前後編なのか、本気の作画を見た。2期やるまで永久に再放送を続けてほしい。普通に2期作る配分だよな、このアニメ。まさか現代のユーマが登場すると思わなかった。肉の生地に野菜が詰まったトルティーヤみたいなもんだ。なお、触媒のマルシルの髪の毛も混入してます。吐き出してください。まさかスカイフィッシュの調理法を見られるとは。そして戦士、マジか。タイグリフィン戦、いやーめっちゃ面白かった。戦士が連れ去られた絶望感からの召喚重召喚、素晴らしい作画のグリフィン戦とスカイフィッシュ作り上げるハイテンション、そしてマルシル謎の動きと最高だった。今回の料理はスカイフィッシュ。相変わらずながら料理にする着眼点がすごい。個人的にシリアスにギャグ入れるのはうまくやらないと厳しいイメージあるけど、戦士救出までの流れでそのバランスが本当良かった。最後の戦士の言葉も気になるところ、もう後には。まさかここまでやってきて戦士とはどういう人間なのかをやるとは。確かに便利なコックおじさんで定着してたわ。迷宮そのものにつながるとは。スカイマの下りはゲラゲラ笑ったわ。こういうギャグはいつまでも笑っちゃう。最後までな。これありなら何でもありじゃん。ライオスのこの情緒不足なところ、本当にさ。そしてここから戦士の過去編が、ってところで終わりかよ。いや、グリフィンが強敵だったしな。マルシルの活躍あってこそだったし、落ちてきたグリフィンに、すかさずとどめ出しに行くライオスも連携良かったけども、戦闘がどんどん苛烈になってるのに比例して、ギャグもパワーアップしてバランス取ってるから、シリアスに寄りすぎないのいいね。それからライオスまた見直した。チルが憶測で戦士への印象を悪くしそうになってるのを、即座に方向修正したの。チルチャックがここぞと戦士の自己紹介を促すところ、彼が戦士から子供扱いされ続けていたことを背景に、自分が対等に話ができる大人であることをまず先に伝える。賢明なマルシルといい、いつものメンバーのかっこよさが際立つ回でもあった。ライオスとイズツミはまた今度、今まで料理パート要員だった戦士が重要孤児に入り込んだ回なんですが、マルシル金星使い魔の謎姿ぶりと、モビルトレースシステム駆動のおかげで払いたいわ。というかヒロインがやる動きじゃねえマルシルよ。笑い。ここに来て戦士が何者なのか、ダンジョンを方向っているのは理解したが、ダンジョン発見者だとは思わなかった。彼の話がこの先の物語にどう作用するのか、残りの話数を含めて、パリンの話も終わらせられるのだろうか。気になることだらけだよ。グリフィンを見て声が上ずるライオス、魔物好き。それも多数の魔物を合成したキメラが好きすぎる。戦士を心配してたのに、スカイマを作れるとわかると、興味がそっちに行きすぎる。バトサブレ使い魔に納得いかない顔が濃すぎる。キメラハリーにかっこいい。かなり理想に近いんだろうな。蘇生術が効く分、死の危険は比較的低い一方で、魔物にさらわれることで戻れなくなる危険性は少し盲点だった。また蘇生術師が必要ということは、ダンジョン攻略はパーティであることが必須要件ということでもある。言葉の説明ではなく、ストーリーそのものが説得力を帯びる面白み。ヤードが食べるシーン。原作でもそうだった気がするが妙に色っぽいよな。異世界首都圏外角放水路。マルシルかわいい回。まあ毎回かわいいんだが。そしてグリフィンはかっこいい。春幕かっこいいしトリガー作画もキレキレだ。ライオスが興奮するのもわかる。スカイフィッシュ&チップス好き。大変今更だけど狂乱の魔術師って男だったんだ。いや、前々から彼と呼ばれてるのは気づいてたが、よく知らない人のこと話すときに、便宜上彼とする感覚かと思ってた。でもよく知ってるヤードが彼呼びならそれはそういうのとは違うよね。エルフの性別わかりづらよ。今週もすごい回だった。細部に至るまでしっかりと描かれている。緩急の効いた演出はきっと原作通りなんだと思うが、よくこんな世界観や設定を描いたなと、原作のクリエイティビティには驚かされる。またそんな作品を、ここまでアニメに落とし込めていることに感服する。
今回は割と緊迫してるのに笑いが、これがシリアスな笑いか、いや違うか。戦士、グリフォンにさらわれる。助けるために使い魔創造。しかし材料はお鍋の具材。生まれてきたのはスカイフィッシュ。そして、スカイフィッシュ&チップスでごちそうさま。これで笑うなという方が無理。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。